サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、持ち手付きのお弁当袋です。底の横幅は16センチ、町は11センチ、高さは18センチになっています。お子様用のお弁当箱ももちろん入ります。2段タイプのお弁当箱ももちろん入ります。持ち手付きでとても可愛いお弁当袋になっています。今回は見本でこちらの可愛らしいピンクのお子様用のお弁当袋を作りました。こちらは前回ご紹介させていただいたポケットティッシュケースです。このようにお揃いの生地で作っても可愛いと思います。持ち手はバイアステープを縫い付けて可愛く飾り付けをしています。紐はループエンドをつけています。こちらは大人の方も持ちやすい雰囲気のお弁当袋を作ってみました。持ち手はアヤテープにレースを縫い付けて可愛く飾り付けをしています。同じパターンでも布合わせで雰囲気もガラリと変わりますので、ぜひお気に入りの生地で作ってみてくださいね。最後までご覧ください。持ち手付きお弁当袋の材料を紹介します。まず袋布は縦28センチ、横幅29センチを1枚ご用意ください。そして口布は縦18センチ、横幅29センチを2枚ご用意ください。切り替え布は縦7センチ、横幅29センチを2枚ご用意ください。持ち手は今回アヤテープを使用します。長さ32センチを2本ご用意ください。紐は70センチを2本ご用意ください。それでは袋布と口布の両脇を端がほつれてこないようにほつれ止め処理をします。ロックミシンをお持ちの方は両脇をロックミシンをかけてください。家庭用ミシンの方は両脇をジグザグ縫いしてください。ロックミシンをかけます。家庭用ミシンの方はジグザグ縫いして端の処理をしてください。口布の両脇もロックミシンします。家庭用ミシンの場合はジグザグ縫いしてください。こんな感じです。袋布の両脇の端処理をしましたら、中表に半分に折ります。半分に折って待ち針で留めましたら、両脇を縫い代1センチで縫います。両脇を縫い代1センチで縫いましたら、そこにマチを作ります。このように開いていただきまして、こちらの縫い代は割って開きます。そしてこちらの中央の部分から 5.5 センチ、5.5 センチのところに線を引きます。長さ11センチのマチになります。反対側にも同様に11センチのマチを取ります。中央のところから 5.5 センチ、5.5 センチのところに線を引きます。引いた線の上を縫います。中心の部分は返し縫いしておきました。
続きまして切り替え布の上下を縫い代1センチで折ります。裏面を上に向けて置いてください。縫い代1センチで折ります。もう1枚の上下も縫い代1センチで折ります。上下を縫い代1センチで折りましたら、一旦折った部分は開いていただきまして、中表に合わせます。中表に合わせて脇を待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫います。1センチで折った部分も開いた状態で縫い代1センチで縫います。脇を縫い代1センチで縫いましたら、アイロンで脇を開きます。先ほど1センチで折ったところをこのように戻します。1センチ1センチで折っている状態に戻しましたら、こちらの端と端を合わせてこのように折ってアイロンをかけます。こんな感じです。それでは口布を中表に合わせます。中表に合わせて両脇をこのように留めましたら、上から8センチのところに印をつけます。上から8センチのところに印をつけました。そうしましたら、こちらの8センチの印のところから下まで縫い代1センチで縫います。8センチの印をつけたところから縫い始めます。こんな感じです。口布の両脇を縫いましたら、縫い代をアイロンで割ります。両脇の縫い代をこのようにアイロンがけしましたら、こちらの上から8センチのところの印をつけたところまではこのように縫っていませんので、こちらの縫い代の部分を端から押さえステッチをします。こんな感じです。反対側の脇の方も同様に押さえステッチしてください。続きまして口布の上の部分を三つ折りします。1センチ、2センチで三つ折りをします。反対側も同様に1センチ、2センチで三つ折りしてください。三つ折りをしましたら、端ステッチします。
口布にこちら持ち手を仮止めします。表に返してください。表に返していただきましたら、こちら下の方を上に向けて置いてください。そして脇が中心に来るようにこのように平置きしてください。そしてこちらの脇の部分から8センチのところに印をつけます。脇から8センチのところに印をつけましたら、印に合わせて持ち手を留めます。反対側にも脇から左右に8センチのところに印をつけます。8センチの印に合わせてこちらの持ち手を留めます。持ち手を留める際にこちら持ち手が取れないように気をつけてください。今回の持ち手は特に表裏を気にしなくても大丈夫なんですけれども、例えばこちらの持ち手のようにバイアステープを綾テープに縫い付けて可愛く飾り付けしていたりのようにレースを縫い付けて飾り付けをしている場合は、縫い付けた方の表面が上に来るような形でこちら留めてください。持ち手を待ち針で留めましたら、端から 5mm のところを縫います。それでは袋布と口布と切り替え布を一緒に縫い合わせます。まず袋布を中が表になっている状態でこのように置いていただきまして、こちらに口布を外表になる状態にして合わせます。袋布の表面が中に来ています。そして口布の表面が外に来ています。そしてこちらの縫い代をどちらも割って合わせます。袋口を一周合わせます。このように待ち針で留めましたら、切り替え布を合わせます。一旦切り替え布を開いていただきまして、こちらの脇の部分とこちらの脇の部分を合わせます。そしてこちら1センチで折っている部分も広げていただきまして、このように端を合わせます。反対側の脇も同様に合わせます。袋口も一周端を合わせて待ち針で留めます。このように袋口を合わせて待ち針で留めましたら、縫い代 8mm で1周を縫います。こちらの1センチの折り目の部分よりも 1mm から 2mm 外側のところを1周縫ってください。それでは袋口を1周縫います。縫う際はこのように裏返してから縫うと縫いやすいです。1センチで折っている部分よりも 1mm から 2mm 外側のところを縫います。
袋口を一周縫いましたら、切り替え布をこのように出していただきまして、そしてまた半分に折ります。最初にアイロンをかけた状態に戻す形です。このようにしましたら、待ち針で留めておきます。待ち針で留めましたら、こちらの切り替え布の端の部分を縫います。こちらも縫う際はこのように返してから縫うと縫いやすいです。では折った端の部分を縫います。一周縫いましたら、持ち手を上に向けてこのように折っていただきまして、待ち針で留めます。このように打ち手を待ち針で留めましたら、こちらの切り替え布の端の部分をステッチします。こんな感じです。切り替え布をこのように縫いました。そうしましたら、こちら表地をこのように出してください。それでは紐を通します。こちらで完成です。持ち手付きお弁当袋が完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。